では最初のテーマからいきたいと思います。Linux101 の範囲から公開鍵認証の設定について一緒に勉強していきたいと思います。では、今日の最初の問題いきたいと思います。こちらです。公開鍵認証を用いてリモートホストにログインするためにクライアント側で作成した公開鍵の内容をサーバー側のどのファイルに追記すべきですか？最も適切なものを一つ選びなさいとなっています。選択肢読み上げます。A、tilde/ssh/known_hosts B、tilde/ssh/authorized_keys C、/etc/ssh/sshd_config D、tilde/ssh/id_rsa.pub となっております。さあ、早速難しい問題ですね。皆さん、A、B、C、D、どれが正解だと思いますか？チャットからお答えください。じゃあ正解見てみましょう。正解はこちらです。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント。エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ。以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。じゃん。はい。B が正解です。ということで、ここからは SSH 公開鍵認証についてお話ししていきたいと思いますが、まずはそもそもパスワード認証って何っていう話からスタートしていきます。パスワード認証は皆さんも利用したことありますよね。ログインするときにユーザー ID とパスワードを打ち込むことで、私は正規のユーザーですよっていうのを伝える方法です。で、パスワード認証ってすごくですね、設定するのが簡単なんですね。なので導入しやすいっていうメリットがあるんですけど、その分弱点もあります。弱点というのは、一つ目は推測されるリスクがあるということですね。例えば短いパスワードですとか、あとは単純な英語を使ったパスワードとかですね。そういったものは悪意のあるプログラムを使うことで、あっという間にパスワードがバレてしまったりします。そしてもう一つは、パスワード認証って毎回入力しなければいけないんですね。なので入力が手間っていうデメリットがあります。複雑なパスワードにすればするほど入力するのが大変だったりするんですよね。打ち間違えたりすると、イライラしてしまいますし、あとは日々の業務効率下がってしまいますので、パスワード認証ってすごく導入が簡単なんだけど、こういったリスクというか、弱点もあるよねということになっています。で、このような問題を解決してくれるのが今回勉強する公開鍵認証ですね。公開鍵認証を使うと、なんとパスワードなしでログインすることができますし、一度ログインしてしまえばですね、ユーザーがパスワードを記録したりとか入力したりする必要はないですね。なので顔パスのようにスムーズにログインすることができるようになります。そして二つ目は、先ほどお伝えしたような推測されるリスクがないんですよね。機械的な攻撃にすごく強いです。パスワードのような推測できる文字列ではなくて、非常に複雑なデータを使ってログインするので、こうやってパスワードのように推測するってことは非常に困難ということになっています。はい。なので、まずなんとなくパスワード認証よりも公開鍵認証の方がすごく利便性も高いし、セキュリティ強度が高いっていうイメージはお伝えできたのかなというふうに思います。とはいうものの、本当にそうなのかなっていうところが、やはりハンズオンとかを使って体感してみないと、腑に落ちないところもあると思いますので、ここからはですね、実際に手を動かしながら一緒に理解を深めていきたいと思います。はい。ということで早速なんですけど、この勉強会の目玉なんですけど、キラーコーダという学習プラットフォームを使って一緒にハンズオン形式で Linux を動かしながら学んでいきたいと思います。少し条件があるんですけど、無料で使うことができますので、まず皆さんの環境に Linux 環境なければ、キラーコーダー使って一緒にハンズオンやっていただければなと思います。で、今日取り扱う内容は、SSH の設定とかをやりますので、検証環境でぜひ一緒にですね、ハンズオンしていただければなと思います。キラーコードアクセスしてもらうとどのようなサイトになるかというと、このようなサイトが出てくると思います。で、初めて使う方は、右上に多分ログインかなんかあると思うので、そこからログインっていうのボタンを押してもらって、Google のアカウントを指定してもらえれば、Google のアカウントを使って
キラーコーダのアカウントを作ってすぐに使うことができるようになるので、よかったら今すぐにパッとですね。特に料金とかかかるものではないので、アカウント作って試していただければなと思います。では、キラーコーダすでに使っている方はですね、一緒にやっていきましょう。はい。プレイグラウンズというところを選んでいただいて、はい、ここに Ubuntu ってありますよね。こちら選んでいただくと、プロンプトが開きます。非常に便利ですよね。で、私は皆さんに見えやすいように、右側からちょっと文字サイズを大きくしておこうと思います。では、キラーコーダの準備が整いましたので、一緒にハンズオンやっていこうと思いますが、まず何をやるのか、ちょっと全体像をお伝えしていきたいと思います。今からやるのは、SSH のパスワード認証をまずは一緒にやってみたいと思います。本当は公開鍵認証をお伝えしたいんですけど、そもそもパスワード認証ってどういうふうに設定するのかっていうところを皆さんには知っていただきたいです。なので、このデモのゴールは、ユーザーマサルっていうユーザーを作って、パスワード認証してログインするっていうところがゴールになってます。手順としては、最初にユーザーマサルを作って、マサルのパスワードを設定して、そこまでできたら SSH でログインしてみると。で、ログインした時にしっかりユーザーマサルになってるよねというところが確認できたら、しっかりパスワード認証できたよねっていうゴールになります。ということで、早速やっていきましょう。まず、プロンプトを2つ用意します。今タブ1って出ているんですけど、こちらをプラスボタンをクリックしてタブ2も出してあげてください。タブ1とタブ2がある状態ですね。はい。それができましたら、左側のタブがクライアントですね。クライアント。右側のタブがサーバーとして使ってください。なので、さっきの例で言うと、はい。左側がクライアントですね。右側がサーバー。そして、このタブをいろいろ切り替えながらやっていきます。では、やっていきましょう。まずは、サーバー側でユーザーマサルを作ります。タブ2の方になっていることを皆さんは確認してくださいね。タブ2のサーバー側で、sudo userd -m-s bin bash マサルというコマンドを打ちます。はい。このコマンドの詳細は語り出すとちょっと長くなってしまうので、一旦はこれでマサルを作ってるんだなというところで飲み込んでください。ユーザーマサルを作りました。ちょっとだけ簡単に説明すると、sudo が管理者権限で実行しますよ。ユーザードがユーザーを加えますよ。-m が作成したユーザーのホームディレクトリも一緒に作ってください。-s が後ろに書いているこのシェルを使ってください。そしてそういった環境でマサルを作ってくださいねと。そんなコマンドになってます。ではここでユーザーマサルができましたので、ユーザーマサルのパスワードを設定しておきたいと思います。sudo パスワードマサルですね。このコマンドを打つと、マサルのパスワードを設定することができます。実行します。はい。そうすると、ニューパスワードと聞かれて、マサルのパスワードは何にしますかと聞かれますので、お好きなパスワード入力してください。今回はデモで分かりやすいパスワードがいいので、私は1234にしてきますね。このパスワードにします。はい。で、半角で入力すると、パスワード何も反映しないんですけれども、パスワード入力できたらエンターを押していただいて、もう一度同じように、私の場合は1234を押します。はい。パスワードアップデートサクセスフリーと出たら、パスワードがしっかり入力できていることになります。セキュリティのため、入力中の文字っていうのは画面に表示されないんですけども、しっかりこうやって表示が出ていれば、パスワード設定できてます。じゃあパスワードが設定できたらですね、ここからは、じゃあ本当に接続できるのか、クライアントから遠隔ログインするつもりでタブ1に切り替えたいと思います。はい。今度はクライアントだと思ってくださいね。で、クライアントからやっていきたいと思います。はい。SSH を使ってログインしてみますね。SSH、私はマサルです。ローカルホスト。今同じホスト内にいるので、ローカルホスト内のマサルとして SSH 接続したいですよという指示を行います。はい。実行すると、早速パスワードが聞かれましたね。はい。じゃあパスワード、さっき入力したものを入力してください。1234ですね。はい。そうすると、マサルとしてログインできてますね。念のため、whoami コマンドも打っておきましょうか。whoami コマンドは今誰でログインしていますかっていうコマンドですね。はい。今あなたはマサルとしてログインしてますよということが分かりました。このように SSH を使ってパスワード認証することができたはずです。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。
IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。